皆さん、こんにちは。デバイスドライバーズの日高と申します。えっと、このセッションはですね、皆さんからのメッセージはチャットだけになりますので、随時、チャットの方を、使って、メッセージをお願いいたします。えー今日は Windows 11の使いこなし、インサイダープレビューからフィードバックハブまでというお話をさせていただきます。で、注意点がありまして、セッション中のチャットはですね、なるべく短めに聞き逃しと不明な用語だけということで、後でまとめて10分ぐらい質問、意見、ディスカッションの時間取りますので、ちょっとややこしそうな質問は後回しでお願いいたします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。日高です。組み込みシステムとドライバー開発、約30年以上開発経験がありまして、今日はWindows 11のお話をさせていただきます。リンシステムズの林さんがチャットとかフォロー、一部合いの手など手伝っていただいてますので、陰で聞いていただいてますと思いますので、よろしくお願いいたします。林さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、チャッいきトの方、ます。はい、私の方で見ておりますので、はい、はい、どんどんいきどしどし ます。書いてください。はい。で、今日のお話は Windows 11の、時間もあれですので、短めにドライバー開発とアプリケーション開発、それと、使う上でフィードバックハブ、インサイダープログラムの話をさせていただきます。ドライバー開発ですね。意外と知らない方多いと思うんですけども、Windows 11のドライバーっていうのは、Windows 10と、ほぼほぼ互換性があるんですけれども、開発のツールキットがちょっとだけ違います。大事な点、Visual Studio 2019、2022は使えません。で、その代わり SDK と WDK を、Windows 11用のものを必ずインストールして使います。で、重要なことはですね、これを使って Windows 7以降のあらゆるドライバーがすべて開発できるということですね。時々 Windows 10の古いバージョンとか Windows 8.1、Windows 7で動くドライバーを使いたいので、その頃の昔の開発環境を引っ張り出してきてっていうお客さん多々見かけるんですけども、そのような必要は一切ありません。なおかつ、今回発表がありました ARM なんかのドライバーもすべてこの環境で1本で、いきます。クロス開発ですので、64ビットの、イン X64 アーキテクチャでARM のドライバーも開発できます。はい、次行きます。で、ドライバーの互換性の話でトピックス一つ、貴重な経験というんですか、去年しましたので、そのお話をさせていただきます。去年ですね、受託で、私がですね、ごめんなさい、えー DDI、え戻っちゃった。えっと、ドライバー開発用のインターフェースを使って、Windows APO、オーディオ処理用のドライバーを作った時があるんで、その時にちょっと問題が出てきまして、で、その時当時出た、Windows 11のドライバーってどうなってるんだろうなと、転用の開発だったんですが、11用のサンプルがあるから見てみたところですね、去年の夏ですね、この辺かな。ちょっとこれペンがおかしかった。ここに載ってる通り、約1万行の追加があったんですね。で、変更が103、で、削除が1000行。こういったサンプルコードなんですけど、Windows のドライバーっていうのは、Windows 2000とか98の頃から変わってないんですけれども、新しくドライバーインターフェース DDI が変更になりますと、サンプルもこうやって使うんだよっていうのが公開されるんですが、それが変更になったのが、ここに書いております通り、Windows オーディオ関係の、この時のバージョンが10の22000、これだけなんですけど、で、これ以外の変更はないのかっていうことで、ずっと調べてみました。ないんです。署名とか、アロケーションの関数を一部変えたとか、そういった変更はあるんですけれども、そういった感じでですね、Windows のドライバーっていうのは、オーディオの APO のところ以外は変わっていないということが、外観上ですね、DDI 上は分かったっていうことが言えます。その他のエピソードとしましては関連してですね、その時に問題がいくつか出てたんですけども、レジストリがあったんですね、あるんですね。で、
有線で使うオーディオデバイスをどうやって判断するかっていうので悩んでたんですけども、レジストリで判断すればいいのかなと思ってみたんですが、11と10でレジストリがこのように変わってたというところですね。変更したところがここなんですけども、こんな変更がありまして、まるっきり100%互換性があるわけではないが、少しずつ、このオーディオのところだけは変わっていますよという話があります。一方、去年の夏ぐらいですか、Windows 11用の、オーディオドライバーがリリースされたんですが、ちょっとだけ混乱があったっていうのも、この辺が関係しているのかなと思っています。はい、ドライバーの開発に関してのまとめですけれども、基本的に、変更点はありませんが、99%が、10以前のものから流用可能ですと。で、ただあるとすると、Windows APO ドライバーですね。これお話しなかったんですが、どんなものに使うのかっていうと、ゲーム音響とか立体音響などでソフト的にですね、疑似的な立体音響を使うとか、あるいは実際に立体音響のスピーカーに出力するための変換なんていうのを Windows APO のところでやるんですけど、その部分の変更が11では入ってます。その他、開発については Visual Studio 2019と SDK、WDK を入れることで、全ドライバーが開発可能になっております。はい、どんどんいきます。次、アプリケーション開発の話をさせていきますね。していきます。これ、ドライバー開発とも若干関係してるんですけども、これも意外と知られていないのは、アプリケーションのコンパチビリティのレートが99%ということですね。実際にこれ、去年の、夏に出た、ブログ、ここのところから引っ張ってきたんですけども、800、80万個の、アプリケーションを評価して、ゲームとかもろもろ、実際に互換性があるのは、ほとんど動くんだよって。一部ですね、Windows 98の頃の古い16ビットのアプリとか、あるいはセキュリティメーカー、サードパーティーのセキュリティ関連のアプリケーションですと、ディフェンダーのところを細かく見ていたりとか、互換性がないものもあるようなんですが、その他、例外としては、業務用アプリケーションなんかで、Windows 11がまだ評価が終わっていないから使っちゃダメだよと禁止しているもの、それはルール上禁止していたりする場合と、実際にインストーラーでストップしている場合と2種類あるみたいですが、そういう特別なものでない限りは、Windows 10で動いているアプリケーションというものは、Windows 10で動いているアプリケーションは11でも動くということが分かっています。で、新しい話ちょっとさせていただきますと、私たまたまですね、11年前ですか、第1回のビルドっていうのに出てるんですね。これがアナハイムのビルドの時の写真ですけれども、その時に何が公開されたかって言いますと、Windows 8と UWP、当時ストアアプリケーションとか、メトロスタイのアプリケーションっていう話をしてたんです。そこから、11年経ちまして、今回、ビルドの第12回目になるんですけども、Windows 11がリリースされてから初めてのビルドになるんですね。でそこで、実は知られてないんですけども、新しい、ユーザーインターフェース、WinUI3 というものが、公開されてますので、そのお話をちょっとさせていただければと思います。はい、WinUI3、別名ですね、WinUI とも呼ばれたりとか、あるいはデザインはですね、メトロデザインではなくて、フルーエントデザインっていうふうに言われてるんですけど、どういったものかっていうと、聞いたことある方多いと思うんですが、プロジェクトリユニオンということで、今までのマイクロソフトのアプリケーション開発のあらゆるプラットフォームを統合化して、しかし、UWP ではないという、そういうものですね。ここのところのレッスンになります。で重要なのはですね、WinUI2 っていうのがありまして、これが実は UWP なんですけども、そこから進化して、この辺の、.NET 5のサポートとか、.NET、これ6も含まれてるんですけども、サポートであるとか、WebView2 とか、こういったもののサポートもしっかりしているのと、あとはですね、重要なことは、ネイティブの C++ が使いやすくなっているということなんですね。どういうことかって言いますと、MFC って昔あったと思うんですが、Windows のドライバー開発のお客さんは、日本の場合は、他の国は知らないんですけれども、こういった PCI の基板を使って、工業用にですね、制御装置とか測定装置なんかを、これにいろんな大きな、機械をつないで制御する、Windows の MFC のアプリケーションで制御するっていうお客さんがいて、Windows XP 以来そういうものを使われている環境が多いんですけれども、それがですね、Windows 10で、仕事をいただくのが、64ビットにしてください、MFC のアプリケーションっていうお客さんがほとんど多々いたんですね。10社ぐらいいたんですけれども、そういった方たちが新しく何かするときに、もう MFC 使わなくてもいいよと、WinUI3 が使えるんだよというお話をさせていただければと思います。はい、そういう機体のですね、意外と知られてないんですが、新しいユーザーインターフェースが使えるようになってきています。
で、ややこしいのはですね、Windows App SDK っていうのがあるんですけども、これ単体で配布していなくて、こちらの3つの手順、これ検索すれば出てくるんですけど、Docs に載っていますが、あの、個別に自分でですね、インストーラーからオプションで入れないといけないんですね。で、C# か C++ 2種類サポートされてますので、それぞれこちらの手順で入れないといけないという形になっています。はい。で、実際にどういうものかって言いますと、もうすでに Windows 11使われている方はご存知だと思うんですけれども、これ、Visual Studio で立ち上げたものですけれども、これがアプリなんですね。で、これでメニューがありまして、WinUI3 Gallery という GitHub で公開されているアプリケーションなんですけれども、これ動いているのはこんな感じで、Windows UI3 Gallery ですね。これ実際に今稼働しているところなんですが、例えばこんな感じで、ウィジェットと同じような使い勝手になるんですね。カレンダーピッカーとか言って、こんなものと、こういったものが自動的に、コントロールがたくさん入ってますよと、こういうのが使いやすくなっている。これ、自前でビルドして、で、ストアアプリじゃないんで、ローカルでビルドして、普通に自分のところで使える。こんなものがあります。はい、あるいはですね、これのスタジオの WinUI って、これ別で配布しています。Visual Studio Marketplace で配られている、テンプレートスタジオ for WinUI。これもつい最近公開されたんで、Google なんかで検索すると出てこないんですけど、Bing で検索してください。テンプレートスタジオ for WinUI っていうのがありまして、これを使いますとですね、Visual Studio 2022を起動してですね、え例えばここで新しいプロジェクトの作成というと、ここに出てくるテンプレート、これが出てくるわけです。新しいテンプレート。で、Windows で WinUI、デスクトップで出るんだよということで、これを選択して次へやると、例えばですけれども、名前入れて作成。やると、ここでブランクなのか、ナビゲーションプレーンなのか、メニューバーなのか、こういったのが増えますんで、こういうのも使えるようになって便利になってきているということです。はい。どんどんいきます。今ちょっとお話ししたんですけど、ウィジェットというものがありまして、ここが左に常駐するような形になって、一種のサブディスプレイなんですけれども、ニュースとか天気予報とかそんなの入れられるんです。これがですね、今回発表にまだなってないんですけども、いずれは SDK が出て、IoT のサブディスプレイ用に使えるとか、そういうカスタムアプリが作れるようになるというんですけども、これが左側に常駐しますんで、今、スタートとかタスクバーがですね、センター左に置くかって、2種類どっちがいいんだって話があるんですけども、いずれこのウィジェッツがメインになってくると、このタスクバーはセンターに置いた方がいいのかななんて勝手に思ったりしているわけでございます。はい、アプリケーションの話、ざっとしました。今度、インサイダープログラムの話をさせていただきますね。えー意外と知られてないんですけれども、インサイダープログラムっていうのは、11用に出ましたら6種類じゃないんですね。3種類なんですね。プレビューっていうのは今、Windows 10の次期安定候補版専用になってまして、Windows 11でインサイダープログラムプレビューチャンネルを選択しますと、何も起きない。今の Windows 11、同じものがリリースされるんで、何も起きないんですけれども、で、ベータとデブっていうのは逆に言うと、え10では何も起きなくて、Windows 11用になってます。で、ベータの方は半年程度先のリリース予定の、内容ですね。今、Windows 11は毎月のように新しい機能がリリースされてますが、それの、ちょっと先のバージョンが、ベータを選ぶと入ってくるよ。で、デブですともうちょっと先、1年ぐらい先、1年後まで目指したものが手に入るということになります。これは覚えておいていいかなと思います。で、おすすめはですね、やっぱりデブを評価してほしいですね。で、そのための条件があります。これ、いろんなマシンには、私、Windows 11インストールして評価したんですけども、インサイダープログラム、あらゆるマシンで裏技でいろいろ Windows 11インストールしたりもしてみたんですけども、条件があります。TPM1.2 を積んでいて有効にしている。
セキュアブートを積んでいて有効にして、この2つがないと、インサイダープログラムにはどうやっても参加できないということが分かりました。これはどこにも書いてないんで調べたんですけども、で、不思議なのは TPM は2じゃなくて 1.2 っていうマシンが結構調べるとあったりします。ノート PC の中でも。で、これが両方満足すると、インサイダープログラムに参加できるということです。これ実マシンの話です。じゃあ結構大変じゃないかっていう話になるんですけども、裏技的なものがありまして、Hyper-V のゲスト OS で、第2世代の仮想マシン有効にして、トラステッドプラットフォームモジュール TPM ですね、これをソフト的なものを有効化すると、そのゲスト OS 上に、Windows 11のインサイダープレビューをインストールして使うことができますんで、これはぜひですね、メインのマシンの、Hyper-V 上でもいいですし、サブのマシンでもいいんですけども、そうやって皆さん、新しい機能ですね、半年後、1年後の機能を使ってみることができますよ。これも知られてないことだと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。はい。で、ちょっと一応おさらいですけども、ついでに TPM の話が出たんですけども、普通にですね、裏技的なものを使わないで Windows 11を使うにはどうするのかというと、TPM2.0 を搭載していたらば有効にします。これ、BIOS、UEFI の BIOS で有効にするスイッチがある場合がありますので、それも確認してください。で、ここが大変なんですけども、ディスクのフォーマットですね。MBR ディスクっていうのはこれまで Windows 10の、最初の頃までは有効だったんですけど、よく使われてたんですが、今はこれを GPT ディスクというものに、ツールなどを使って変更する必要があります。逆に GPT ディスクじゃないと、ここで引っかかって、セキュアブートもできませんし、Windows 11インストールできないという感じになります。で、セキュアブートに関して見れば、GPT ディスクが有効になっていれば、ビットロッカー使わなくても、普通にセキュアブートだけの、BIOS の設定だけでいけて、インストールができるという感じになっています。はい、これがおさらいでしたね。はい。フライティングの話をします。何でしょうっていう話ですけども、インサイダープレビューを評価するときに、フライティングというらしいです。私も、1年ぐらい前に知ったんですけども、で、離脱するときはクリーンインストールしなくちゃいけませんし、デブからベータへの上がる場合はです、これ下がる場合は年1回ですね。ベータからデブはいつでも移れるんですけども、一度上がったらば、下がることができないということですね。Windows 10から11もアップデート年に1回になってますけれども、そのタイミングでベータからデブへの移行ができるようになっています。はい、フィードバックハブのお話をさせていただきます。私、今までフィードバックハブで20個ぐらいトラブル報告して、5個ぐらい直してもらったんですけども、っていう話をします。めったにない OS 開発に参加の機会ですということで、Windows 10が出てからだいたい7年ぐらい経つんですかね、2015年ぐらいだったんで、それ以来久しぶりの、新しい OS なんで、皆さんじゃんじゃん参加しましょうということですね。特に、Windows 11知られてないんですけども、追加機能だけではなくて、アプリの更新がたくさんあるんですね。この設定、メモ帳とか、タスクマネージャー、タスクバー、こういった基本的なものがかなり変わってて、しかもまだまだ更新していくよってマイクロソフト言ってますんで、これはぜひですね、評価して、フィードバックしてあげると、お礼が返ってきたりするんですね。その話もしますけれども、フィードバックハブは Windows キーと、F キーを押すとか、あるいは Windows アップデートなどからフィードバックの送信で、日本語でできます。あの、画面とかあった方がいいと思うんですけども、大事なことはですね、そのトラブルとか、使えなかったとかおかしかったよって言った時に、そのマシンのログも送りますので、そのトラブルが発生したり問題が起きた時は、そのマシンから、マイクロソフトアカウントでログインして送ってあげてください。はい。で、お話としましては、これですね。以前言わってなかったんですけども、半年ぐらい前ぐらいですかね、このマイフィードバックというところから返事が来るんですね。こんな私のフィードバックを送った結果ですけれども、フィードバックが含まれています。回答が来ているわけですね。問題を送ったりなんかして。そうしますと、回答が、次の公式の応答が投稿されました。これに対してありがとうを直してくれて、みたいなコミュニケーションを取ることができるようになってますんで、一種の、フィードバックハブという SNS みたいな感じになってきているので、ぜひこれはですね、使ってみてください。
こんなタスクバーを結合しないようにしたいとか、こんなものから、例えばですけれども、私が直してもらった例ですと、たまたま発見した、スクリーンセーバーで Windows 10っていう書いた文字が3D スクリーンセーバーでぐるぐる回ってたんで、これおかしいんじゃないって言ったらば、2週間ぐらいで直してもらいましたね。そういった面白い経験もできますので、ぜひフィードバックハブを使ってフィードバックしていただければと思います。はい、まとめですけども、ドライバー開発、アプリケーション開発とインサイダープログラムの話をざざっとさせていただきました。ということで、ぴったり10分時間取ってますので、Q&A の時間をしたいと思いますが、いかがでしょうか。林さん、どんな感じですか？そうですね。すいません、私正直まだ11入れてないんですね。あのいやいや、それはいいんですけど、皆さん、チャットの反応は、あ、チャットの反応がね、ないんですよね。シーンとしてますか？そうですね。どないや、たか何か質問を入れてほしいですね。今どれぐらいいらっしゃるのかな？よいしょ。いや、私ね、11に関しては話したい話はね、もう、5、6時間とは言わないけど、1、2時間ぐらいは話せるんで、いろいろエピソードの話は時間があれば、面白いネタないですか？これは面面白い、白い。いや、しますよ。最近面白かったっていうのはどうですかね？そうです。面白いネタ。面白ネタ。ややっぱ多いのは、もうざっとみんなかいつまんで言っちゃったんですけどね、掲示板、海外の英語の掲示板とか見ても、これですね、Windows 11開発できねえよって人たち多いんですよね。で、聞くと2022入れて、SDK も入れて入っちゃうんですよね。で、ああ、なるほど。WDK も入れて、で、できないよって、それはビジュアルスタジオが2019だからだよっていうのを、アドバイスを、英語の掲示板、日本語の掲示板、4、5回してますね。ここが一つポイントと思います。で、22あと、ダメなんですか？22ダメなんですか？わ2020けじダメです。ゃないですよね。64ビット化されたじゃないですか。そことはいはいはい。影響してると思うんですよ。2019は、あはい、16ビット、ごめんなさい、32ビットなんですよね。で、Windows のドライバー開発ってまだ32ビットの世界なんですよ、いろいろと。で、ディレクトあ、ああ、リも、なるほど。プログラムファイルズ X86 の下のに、いろいろな、Windows Kits っていうディレクトリがあるんですけども、もはい。う、急には変われない。で、もう一つね、アドバイスしますと、いろんなこと知ってるんですけども、ARM っていうのもあるじゃないですか。これも今あ、あり回いろいろますね。開発して、ARM 全面サポートしますってなんですけど、ARM は はい。ARM32 と ARM64 とあるんですね。それはい、も、ありますね。プログラムファイルズ、PK86 の下じゃなくて、ARM32 っていう下に置いたりしてとかね、結構ね、あドライバー開発をサポートする、ツールを作ってるスタッフっていうのは今、はっちゃかめっちゃかになってる様子で、あ、それ32とと、64がなんか6、こそうそうそう。ごちゃごちゃになってる感じごちゃごちゃにですかね。なってるんで、今この場ではい。64ビット化は行くのやめましょうっていうことになっているのではないかなと、そういうあ、苦労がそうですか。伺われます。はい。だから多今分、チャットですいません、はい、チャットでですね、ドライバー開発はVS19 でという風になっはい、てますが、アプリは22でいいんですか？という感じで質問が入ってますけども、どはい。うですかね？アプリの方とかは今どういう感じなんですかね？アプリの方は、22が主流でいいと思います。ですから両方入れないとダメですよね。そうですね。ドライバー制御用のアプリっていうのをよく使うんで、ドライバー単体では動かないんで、で、一つのプロジェクトになんかすると思うんですけれども、時によっては、ソリューションか。複数のはい。ドライバー用のプロジェクトと、アプリ用のプロジェクト1個のソリューションにするっていうのが、今までの常識であったんですけれども、もちろんはい。2019は今まで通りアプリ開発も使えるんですけれども、うん。今日の私のおすすめのですね、WinUI3 を使うのであれば、ソリューはいはい。ションごと分けた方がいいでしょうね。ああ、なるほど。ちええ、ょうどあれですよね、このビルドでマウイの方も発表になったりとかで、そうなんですよ。マウアプリイとかね、やっ系は、ぱり、はい、いろいろ出てはい、ますもんね。そうですね。あの、で、これ、端折って言わなかったんですけども、これ使ってですね、2019でも実は WinUI3 開発できるよって書いてあったんですけど、動かないんですよ、いろいろと。で、こっちのサンプルもですね、WinUI3 ギャラリー、これ実は、時間あったら言おうと思ったんで言いますけども、これね、2019でビルドできるよって言うけど、私できなかったんですよね。全部あ、2022じゃないと WinUI3 使えないんで、やり方が知らないだけなのか、不親切うん。なのか、問題なのかという、現時点では、昨日までやってたんで、間違いないですけども、あ、そうですか。WinUI3 とか、
アプリ開発をやるんであれば、2022一択です。なるほど。わかりました。はい。はい。で、ちょっとまたすいません。チャットの方入っはい。たんですか。フィードバックハブで、フィードバックを送るとき、日本語と英語で、はい。2回ずつ送ってらっしゃるらしいんですけども、はい。いいんじゃないですか。日本語だけでも早く返ってくるもんなんでしょうかという感じであ、質問が来てるんですけども、どうなんですかね？私私はそう信じていますけど、確かにはい。言われることは、一理あるんで、私もこれは緊急だなと思った、Windows アップデートの問題があったんですね。はい。はい。1ヶ月ぐらい前かな。Linux 絡みの、トラブルがありまして、あれは英語で出しましたね。で、8うん。日間で直してもらいましたね。おだから、やはり英語の方が、直接開発者の人には早くはい、行く可能性が高いという感じですかね？その通りですね。裏付けはないんですけども、私実はそうやってました。で、4月末の Windows アップデートの UWP じゃないな。ごめんなさい。あれは、あの、Linux が動くやつですね。マ LWP。ウイです。じゃないな。マウイじゃなくて、うん、何でしたっけ？あれのアップデートの問題は8日間で直してもらいました。はい。WSL のや英語だからつですかね？緊急を要すときはね、英語2種類立てるっていうのはね、逆に同じこと何回言っても怒られることはないんで、英語と日本語でやるっていうのは、ある意味正解だと思います。はい。そうですね。開発そのものはね、やはりアメリカ本国でやってらっしゃるんでね、やっぱり、英語の方が直接エンジニアの方に回るのかなという気はしますけどもね。はい。はい。じゃあ、また、質問入ってます。ARM64 の Windows 11版は正式に出ますかという、M1Mac で動かしたいということらしいんですけど、今、ああ、裏技で Windows 皆さん動かしてるみたいですけど、これはそうですね。なんてビジネス的な絡みで多分これ私の個人的な想像で、マイクロソフトの人じゃないんでわかんないですけど、公式としては出ないんじゃないかなと思いますね。で、逆に言うとそれじゃ使えないかというと皆さん使ってますよね。変なそうで話すね。ですけど、ラズベリーパイの上でも動いてるんで、だんだんそうです Windows ってね。そういう風になっていくのかなと。あの、うん。だって今でも Mac の上で Windows 動かしてる人って、Apple がサポートしてるわけじゃないじゃないですか。いろんなそうですね。ツパラレルデスクトップ使パラってたりとか、レルとか、あれはバーチャルボックスパラレルの、ですかね。うん、あの延長線上のまま行くんじゃないかなと思いますけどね。それはMac に限らず、ラズベリーパイでも、他の、なんか組み込み系のなんか ARM もあると思うんですけども、そうですね。で、ただ、今回のビルドで結構 ARM64 系の対応っていうのがいろいろ出てたかなと。ちょうど、昨日言われてましたね。はい、ちょっとびっくりしたんです朝けど、早くですかね。今朝、昨日と夜いうか今朝というか、中ですかね。はい、夜はい。中。それはびっくね、りしてたんで、なんで、その辺でまたちょっと環境が変わってくる可能性もあるのかなとは、ふとそうで思ったりはしすね。たんですけどもね。はい。ちょっとだはい。から、答えとしては、マイクロソフトの人じゃないんで、ただ、正解は言えないんですけれども、現状のまま行くんじゃないかなと個人的には思っていますということしか言えないですね。で、はい。はい。で、今のとこはそうですね、質問は今これぐらいなんですが、他に何か、はい、あないでりがとうございすかね。ます。アンケート来てますね。あ、オッケー。はい、皆さんありがとうございます。残りあと2、3分になってしまったんで、退出される前に、マヤさんね、フィードバック、これ、このセッションのアンケートがありますので、ぜひご協力をお願いします。えっと、そうか、これをやればいいんだね。今できた。チャットの方のあれですね。チャットの方ですね。チャットの方に、URL が上がってますので、はい。質問がちょっと飛び込んできましたね。はい。インテル Mac でブートキャンプ上の Windows 11はサポートされてないのですが、今後も、VM 等を使うしかないんでしょうかねと。これ、ブートキャンプは Apple さんに聞かないとわからないそう、ですよね。そう、Mac 知らないんで、あんまり。あんまりというか全然知らないんで、そこはここで聞かれても。で、ドライバーも関係してないんで、はい。そうですね。今、Apple Silicon がね、もうインテルから離れちゃったんで、
なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね。はい。はい。インテル Mac ももう Apple は多分あんまやらないのかなという感じはするので。そうですね。M1 になっちゃいましたから、そうね。Windows も ARM どんどんこれから出てくると思いますけどね。はい。そうですね。今日の発その辺で、まあ、表もあります。うまく動くかもしれないですね。はい。はい。あ、時うん、あ、間ですね。はい、時間ですね。はい。じゃあ、随時、退出していただいて構わないんですが、アンケートの方よろしくお願いいたしますね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、林さん、後ほどまたお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。